るかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい。ということで、今日はちょっと時間がないので、さっさと行きたいと思います。はい。今日はね、日本に最近来た方からリクエスト、何件かいただいてるリクエストなんですけど、日本のコンビニとか、スーパー、レストラン、ラーメン屋、居酒屋での注文の方法とか、店員さんが何て言ってるのかわからないっていう方が結構いらっしゃいまして、はい。はるか先生教えてくださいというリクエストを何人かの方からいただいております。なので、今日はスーパーとコンビニの買い物の方法について、紹介していきたいと思います。はい。このポッドキャストを聞けば、この動画を見れば、もうスーパーとコンビニは怖くないそんな動画になります。はい。コンビニとかレストランって、いや、簡単じゃんって思う方もいると思うんですけど、これ意外に簡単じゃないんですね。なので、落ち込む必要はないです。もし分からなくても落ち込む必要はないと思います。はい。っていうのも、その日本のコンビニとか、レストランとかって、言ってることは簡単なんだけど、言い方がすごい独特な人いるんですよ。例えば、いらっしゃいませのことを、じゃっせーみたいな。でせーみたいな。今、私が何て言ったかわからないでしょ。ね。これ、いらっしゃいませって言ってるんですけど、私はもう29年も日本に住んでるので、今のいらっしゃいませだなっていうのはなんとなくわかるんですけど、初めて日本に来たとか、ね、旅行で来たとかいう人わかんないよね。ね。とか、あと、本当に私、一昨日ぐらいにセブンイレブンに行った時に、店員さんが、ありがとうございましたのことを、あざっすって言ってたので、あざしたって言ったの。あざしたって言って。あざしたっていう人結構いるんだけど、これ結構カジュアルな言い方なのね。あざした。ありがとうございました。ね。あんまりコンビニで言わないんだけど、あざしたって言われて。これ初めて聞いた人だったら、なんて言ってるかわかんないよね。はい。そんな感じで、こういうふうになんか短くしていったり、早く言ったりする人って結構多いので、わからないとか聞き取れないとかよくあると思うので、あんまり落ち込まなくて大丈夫です。はい。これは慣れですから。でも、このポッドキャストを聞いて、このビデオを見て、ある程度流れを覚えましょう。はい。大体同じです。てか、ほぼ 100% 同じ。どこに行っても。まずスーパーから行きましょう。ね。スーパーね。どこがいいかな。大関とかにしようかな。大関スーパー。安いんです。はい。大関に行きます。今日はカレーです。じゃがいも買います。肉買います。人参買います。はい。レジに行きます。はい。でまず一つ目ですね。スーパーって夕方めちゃくちゃ混むんですよ。特に東京の店舗はそうだと思うんですけど、混むとレジすごく並ぶんですね。本当に。で、レジが混むと店員さんはすごく急ぐんですよ。だから、いつもよりもっと早口になるし、もっと何言ってるか分かんない。なので、スーパーの場合、混んでる場合は一回ちょっとリラックスしましょう。深呼吸。はーって。はい。そっから行きましょうね。はい。慌てないこと。まず、第一ステージ。まず、はい、いらっしゃいませ。最初に言われるのは、袋。はい。袋はお持ちですかとか、袋、レジ袋はご利用ですか、袋はいりますかとかね、こういうふうに聞かれます。ビニールバッグのことですね。レジ袋とか袋って言いますね。で短く言う人は、袋はって言ったりします。すごい早いです。なので、ふが聞こえたらもう、服まで言ったらもう袋のことなので、必要な人は、袋ください。
1枚とか2枚ください。はい。いらない人は結構です。大丈夫です。いりません。って言いましょう。はい。ちなみに、日本の、ビニールバッグ、コンビニもスーパーもどこもそうなんですけど、お金がかかります。有料です。3円とか5円とかするので、基本的にみんな、マイバッグを持ってくるんですよね。だから、絶対袋を聞かれるんですよ。袋お持ちですかとか。そう。で、最近だと、袋のことを聞かない店員さんもいます。で、袋のことを聞かれなかった時は、袋くれません。なので、袋が必要な人は自分から言った方がいいと思います。もう、店員さんがいらっしゃいませって言った瞬間に、もう、袋お願いしますとか、袋は結構ですとか、自分から言った方が多分気持ち的に楽だと思います。まず第一ステージ、袋クリア。で、第二ステージ、次、ポイントカード。なんとかポイントはお持ちですかとか、何々カードはお持ちですかって言ってきたら、必ず、ポイントの話になります。で、多分ほとんどの人が持ってないと思うので、これも、結構ですとか、持ってないですとか、大丈夫ですっていうふうに言いましょう。なんとかカード、なんとかポイントって聞いたら、もう大丈夫ですって言いましょう。はい。第2ステージ、ポイントカード、クリア。で、第3ステージ。次は、支払い方法ですね。お支払い方法はって言われます。お支払い方法は、どうしますかとか、どうされますかって聞いてきます。これは、何で払うかって話なので、クレジット、現金、あとは QR コード、ペイペイとかね、最近あるんですけど、ほとんどの人が多分クレジットと現金だと思います。なので、お支払い方法はって言われたら、クレジットでとか、現金で、これで大丈夫。ですごい早いです。お支払い方法はみたいな感じで聞いてくるので、もう、お支払って聞こえたら、もう、お支払とか、なんとか方法って聞こえたら、もうクレジットで、現金でって言っちゃって大丈夫です。はい。はい。支払い方法、クリア。で、もうこれでほぼ終わりですね、スーパーは。で、最近は、支払いのところは、店員がやるんじゃなくて、なんか、隣にある機械で払ってくださいって言われることが結構多いです。はい。なので、もうほとんどその場合は、もう、タップするだけ。選んで、カード入れて終わり。って感じですね。はい。なので、まず一つ目は、袋。袋がいるかいらないか。これは自分から言った方がいいです。で、二つ目はポイントカード。これはもう大丈夫です。いらないですって言ってください。で、最後はお支払い方法。お支払い方法はクレジットで、現金でって言いましょう。はい。で、残念ながら日本のスーパーはセルフレジっていうのはまだまだ少ないです。はい。残念でした。皆さん、セルフレジないんですね。セルフレジがあればね、あんま喋んなくていいんだけどね。まだまだ少ないので、店員さんとお話しする必要があります。はい。って感じです。終わり。スーパーはこれだけ。次、コンビニ。コンビニの方がちょっと話すことが増えます。はい。まず皆さんコンビニに行きましょう。セブンイレブンかな私好きだから。セブンイレブン。はい。いらっしゃいませ。何かなおにぎりかなビールも買おうかなとかね。お菓子かなはい。で、レジに行きます。はい。で、まず、ここはスーパーと同じです。一番最初に、袋はって聞かれます。はい。で、コンビニの店員さんって、スーパーよりももっとカジュアル。高校生とか大学生とかもいますし、外国人スタッフも結構多いので、なんて言うんだろう。すごく丁寧な日本語を使っているというわけではない可能性があります。逆に分かりにくい、それが。袋はみたいなこと言われたら、さっきと一緒ですね。1枚くださいとか、結構です。みたいなね。で、ピッ、ピッ。はい。で、次、お弁当とか買った場合は、温めますかって言われますね。温めますか。
これは、マイクロウェーブで、チンしますかってことですね。はい。温めますかって言われたら、いや、結構です。とか、お願いします。どっちかですね。はい。で、ピッ、ピッ、ピッってやって。で、次、お酒とかタバコとか買った人は、これは年齢確認が必要な商品になるので、年齢確認をされます。うん。でも ID とかはいらないです。ID とかはいらないです。はい。レジの隣になんかスクリーンがあるんですね。そこに年齢確認をお願いしますみたいなアナウンスが流れるんですよ。で、そのボタンをタッチしなきゃいけない。自分でね。そう。で、お酒ピーとかタバコピーってやったら、その年齢確認ボタンをピッて押したら OK。終わりです。はい。ほとんど年齢確認はされないです。はい。うん。で、ピッ。で、次、また来ます。ポイントカードはお持ちですか？ポイントカードはお持ちですか？絶対に聞かれますね。特に、ファミリーマート、ローソン。うんこれはやっぱり、さっきと一緒で、結構です。とか、大丈夫です。って言いましょう。はい。で、次ですね。スーパーと同じです。次はお支払い方法はいかがいたしますかって言われます。その場合は、クレジット、現金。で、コンビニの場合は、交通系カード、スイカとか、パスモとかでも支払いすることはできます。はい。クイックペイとか、いろんな支払い方法が増えます。で、自分がしたい支払い方法を言うんですけど、最近、セブンイレブンで、スクリーンで選択するようになりました。スクリーンでお支払い方法のボタンがあるんですよね。それで、クレジットですか、現金ですかっていうのを自分でタッチします。で、ピッてタッチして、払う。っていう風な感じですね。そんな感じかな。流れは。ほとんど一緒です。もうセブンもファミマもローソンも一緒ですけど、セブンだけちょっとスクリーンで支払い方法を選ぶように最近なりましたね。そんな感じですけど、皆さん大丈夫ですか？もう一度、もうステップを確認しましょう。スーパーは袋、ポイントカード、支払い方法。コンビニは、袋、なんだったっけ？温めますか？温めますか？あと、年齢確認。そして、ポイントカード。あと、支払い方法。この3つと5つ。これを覚えましょう。はい、いかがでしたでしょうか？次回はですね、レストランと居酒屋、あと、ラーメン屋さんの買い物方法について、紹介しますので、お楽しみに。何かリクエストとか質問ある方はぜひ YouTube のコメントで、送ってください。はい。それでは今回は、スーパーとコンビニの注文方法、買い物方法でした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。ちょっと勢いよく喋りすぎてちょっと喉が痛いです。早かったかな。早かった人はスピードを遅くして、聞いてみてください。YouTube とかポッドキャスト、スピードを遅くすることができますので、はい。ちょっとね、今日レッスンいっぱいやった後のポッドキャスト撮影だったんで、ちょっともう、声が限界でございます。はい。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Discord コミュニティとか、いろいろありますので、ぜひ、参加お願いします。はい。あと、シャドーイングコース、こちらのメンバーも募集しております。発音上手になりたい方、ぜひお待ちしてます。はい。あとですね、今年から私の、オンラインレッスン、会話レッスンなんですけど、私のウェブサイトから予約することができます。はい。会話レッスン30分2000円になります。
はい。まあ、いつでも結構時間空いてるので、ぜひお待ちしております。はい。会話練習しましょう。ね。まあ、会話練習じゃなくても、なんか文章のチェックとか、質問がある方は質問の時間とかでも全然大丈夫なので、はい。よろしくお願いいたします。以上。そんな感じで、なんか言うことあったっけ？特にないね。ね。ということで、また次回。さようなら。